狭いんですけど、すごい雨ですね。これがね、昨日から昨日朝から24時間作っといた中だね、バゲットの今外側の生地をこれちょっと作ってて、後で合わせてバゲットを焼くんですよ。ちょっとみずみずしい感じしますよね。ちょっとクラムがこうテカってるというか、北海道産小麦使ってるんで、もちもちっとしてる。なんかね、形はね、ビジュアルはね、時々あーっていうのもあれば、こんななんかでもなんか美味しいんで。これ何ですか？これディル。
魚料理とかアクアパッツァとかに使われる香草なんですけど、サンドイッチの上にちょっとこう置いてラッピングするとこう綺麗に見える。あと香りがすごいいいので。これがいつも作ってる食パンの端っこすごいお客さんが端っこが美味しいって言ってくださるので、これをサンドイッチにしてちょっとお安く売ったりしてるんです。朝まず作ったら揚げて、今日はこんなサンドイッチ作ってますっていうのと、これも焼き上がったらすぐアップしてます。で皆さんこれ見てきてくださるのでこんなすごいことしてるんです信じられないですよねでも言うほど今日はちょっと膨れてないですね。普段もっと膨れるんですけど。ちょっと待ってください。私いつも朝オートミールを食べるんです。あ、そうなんですか。はい。少し食べてみますか。このパン屋してるんですけど、めっちゃ小麦アレルギーで、自分のパンは分かってるんで食べるときは食べるんですけど、もうよそのパンは食べれなくて。どうぞ美味しいです。意外と最初あんまり好きじゃなかったんですけど。これが全粒粉の食パンで、明日のサンドイッチ用のパンになるんです。いつも前日に作っておいてカットして買えるんですね。ちょっとこのパン1日寝かした方が美味しいんですね。しっとりとして。
ほんまもんの台湾マンゴーなんです。日本では売ってないと思う。秋田県の白神山地で発見され野生の酵母なんですけど、マイナス50度の極寒の中でもずっと生き抜いてた酵母で、生命力があって発酵力が強いっていうことが分かって発見された酵母で、もちろん焼いたら死滅してしまうんですけど、生地の中にこの酵母を入れることによって骨組みがしっかりするんですね。解凍してもすごくいい風味で味わってもらえるので、それからずっとこれを使ってるんですけど、野生で育った天然酵母なんで、この中に自然のトレハロースが入ってるんですけど、それがその人工のトレハロースとは違ってすごくいい風味を醸し出すんですね。たくさん砂糖を使わなくてもそのトレハロースですごくパンの甘みとかうまみが出るので、さっきのシフォンケーキとか焼き菓子にも全部酵母が入ってるんですよね。こんな2階のパン屋しかないところまでわざわざこちらまで来てくれるっていうことは、やっぱり私のその無添加でこういう酵母を使ったパンを求めてきてくださってるっていうのがあるので、それが私の思いだったのでめっちゃ嬉しいです冷凍で皆さん買いに来てくださるんですね。普段はご家庭で、明日食べたいパンを出してもらって自然解凍して、で朝トースターで焼いていただくっていう感じで、今のお母さんたちみんないろんな方忙しいんで、そのライフスタイルに合ったパンを提供できたらなと思って。もうでもこの冷凍をやっても私20年ぐらい経つんで、私はとにかく冷凍にめっちゃこだわってるんで冷凍ばっかり作ってます。昨日仕込んでおいたトマトソースなんですけど、バジルペーストを少し。
たの1本朝から作ってる。インスタグラムを見てくださってたあんこ屋さんからいただいたんですけど、すごいこれ低糖質の小豆で、めっちゃさっぱりしててすごい美味しいんです。そうですね。ですよね。なんかこう包んで冷やしとくんですね。今すごい季節柄バターがすごい溶けちゃうんで、お客さんから言われたらここに挟むようにしてるんです。ここを店始めてからずっとこれ書き続けてるんですけど、これを見てはたまにこういうパンも焼こうかなとか思ったり、いつ来てもなんか違うものがあるって思ってもらったら楽しいかなと思って。こんなとこに出てきた。聞いたことあります？カルツォーネって、なんかイタリア語でストッキングとかズボンっていう意味なんですけど。単純です。きっかけはオーブンについてたレシピのパンとかシュークリームを焼いたらめちゃくちゃ成功したんですね。で、いやこれ私すごいやんと思って、それでお母さんたちがなんかいやすごいね教えてっていうようになって、きっかけは本当それなんですね。でなんかもう真似事でいいから材料費だけ取って、じゃあちょっとやってみようかなと思ったのがきっかけで、私料理がすごい好きなんで、その時にじゃあ来てくれるんだったらちょっとしたランチでも作ってこう楽しくやってみようかなと思ってランチも作り出して、でパンのこの白神小玉工房にも出会って、すごいなんか体にいいパンやなと思って、で冷凍パンも始めて、その時パートしながら有給を取ってやってたんですけど、いやなんかもうこれ毎日したいなと思い出して、有給を使ってお家でパン教室を始めたんですね。それで15年ずっとやってたら、今その15年間のお客様が今ここに来てくださってるんですね。とあとはアメバのブログをずっと20年ぐらいやってるんですけど、それもずっと私夢があるって言ってこのことを語ってたんで、お会いしてないブログの読者様がサブスクを取ってくださったり、なんかその夢を叶えられてすごいですねって言ってくださって、もう遠方から来てくださったり、だから私にとっては SNS の力ってすごいなと思ってて好きなことが仕事にできるってこんな幸せなことはないなと思って、あともうすごい人と人とのご縁とこのパンとお菓子を通じて、でお料理もすごい好きだし、今はもう生きがいになってます。
ミルクハウス。サンドイッチ用のパンです。こんな感じでこれがね、端っこパンですごいお客様から人気で、端っこばっかり詰め合わせて100円とかで売ってるんですよいろんな端っこが入ってる。
しそうに焼けました。いい匂い。美味しそうです。玉ねぎがいっぱい入ってます。もっちりチーズなんで、もっちりという名前がついてるんですけど。お、硬い。料金別にやってるんですけど、これ2000、3000、4000、これで皆さん取ってくださってて、週末に送るんだったらその1週間焼いたパンをどれかわーっていろいろ入れて、あと焼き菓子も入れて送らせてもらってるんですけど、で時々インスタ見てくださってるお客さんだったら今日焼いてたあれ入れといてくださいとか言われるんで、それ一緒に入れさせてもらったりして、やっぱお客様に提供するものはちゃんと作りたいなと思ってるし、今日もトマトソースのあれトマトを買ってきてちゃんと水分飛ばして全部味付けしてベーコン入れて玉ねぎ炒めてって全部料理をして作ってるんで、なんかそういうのがお客様にこう見えたらいいなと思っていつも料理してる動画もアップしてるんですね。あ、こんにちは。今日取材来てるんです。今もらってきたけど使うんじゃないかなと思って、めっちゃ美味しいのこの。いや、使いますよ。お金は持ってないけど、ミックスサンド買おうか。お金持ってる。うん。ありがとうございます。いただきます。きゅうりお高いのに嬉しい。ありがとう。やったー、嬉しい。ありがとうございます。いってらっしゃい。オーナーの人がすごいね。なんか1個買っても嬉しい嬉しいっていうのが嬉しくてすごい、可愛い人です。最初に比べたら人が来るようになったって言ってはったから頑張ってほしいなと思って、はい。最後の生地が出来上がりました。これ書かれてるんですか？あ、そうなんです。自分で毎年元旦に書くんです。製飯語録も自分で書いてるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんです。もう毎日絶対これ見て意識してやってやらないとなと思いながら、半年経ってどこまで達成できてるかなって時々考えて振り
上げアップとかは頑張らないとな。筋トレ。筋トレそんなしてないです。筋トレというか運動するのが好きなんですけど、ヨガがめっちゃ好きなんでヨガばっかりしてます。ハワイのダイヤモンドヘッドの前でヘッドスタンドって言ってこのヨガの逆立ちなんですけど、それをするのが夢なんです。変でしょ。あれですよね、写真。あ、そうです。逆立ち倒立してるやつ。うん。そうです、私ですよ。そうなんですか。そうなんです。4年越しでパーソナルトレーニング受けて体幹鍛えてやっとできるようになった。以上でこちらの作業は終わりです。早いですけど。すぐに冷凍にかける。今日作ったやつをまた半分今冷凍して、それはちょっとサブスクとかの方の分置いといて、こっちにちょっと店頭と明日の分。冷凍のままで販売されてるんですか？冷凍欲しいっていう方もいるんですよ。ここにあるやつでも持って帰って冷凍するから冷凍欲しいって言われるんで、そういう方にはもう冷凍をお渡しする。味って変わらないものなんですか？味ね、変わらないです。ちょっとチンしてきちんとトースターで中まで温めてもらったらほかほかサクサクで味は変わらないです。オニオンブレッドも美味しそうやな。そうさ、これもちょっとさっき焼けてね、あったかそう。あったかいです。これにしよう。嬉しい。冷やし中華始めるんですか？そうなんです。見てください。知らなかったですか？これぐらいの時間とかに。でも取りに来ていただいたら、用意してパックで用意して。本当ですか？やったー。テイクアウトがもう2つ注文入った。ありがとうございます。パン屋さんの冷やし中華なんです。なんです。私もなんか料理がすごい好きで、もう店持ったらいろんなことしたかったんですね。今年の冬ぐらいから明けからおばんざいランチをするようになって、豆皿を使うのがすごい好きで、でその豆皿にちょこちょこおばんざいのお料理をこう盛り付けてお重みたいなのに入れてっていう、なんかこうちょっと京都府式のなんちゃってなんですけどやりたくてやり始めたら、そしたら次もう大好きな冷やし中華やりたいなってそれで20品目の野菜と鶏とかいろいろ乗せてやったんですけども、思いのほか大変やって、やっぱり人様に出すってなってそんだけの20品目の材料を揃えて冷えた状態で出すっていうのがすごい難しくって、やっぱすごい勉強しました。でまたやってくださいって言ってもらえたから、もう一回改良してやろうかなと思ってるんですけど、8月に予約制みたいな感じなんですか？もう完全に予約制にしてるんですね。やっぱり一個一個丁寧に作りたいっていうのがすごいあるので、あとはテイクアウトでやってるんですね。はい、あんバター？あんバター。これを台湾パスタは今日なしですか？冷凍あります。プレーンでいいですか？プレーンでいいです。プレーンでいいですか？プレーンでいいです。はい、プレーンでありがとうございます。810円になります。ありがとうございます。何か見てくださったんですか？インスタで。インスタでありがとうございます。ちょっとトースターでカリッと焼いてもらったら美味しくなります。はい。嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。
インスタ見てとても美味しそうだったんで、サンドイッチとか、はい。サンドイッチとオニオンブレッドと、はい。シフォンと美味しそうだったんで、はい。ありがとうございます。すごくよく来てくださるお客さんなんですよ。はい。あれすっごい美味しかった。何？あんバター。あんバター。めちゃくちゃ美味しかった。今もね2つ売れたんですよ。当になくなったんめっです。ちゃ美味しかった。全部美味しいんですよ。ほんまに。もうほんまにお人柄がパンに現れてるって言ってこのことよ。ありがたい本当に。ありがとうございます。ほんまに助かりました。よろしくお願いします。またねありがとうございます。いつも気をつけて。ありがとうございます。ありがとう。まあ一回食べてすごいなんか素朴というか素材にこだわったんだなって思ったんで。これカルツォーネとミックスサンド。サンドイッチもねお野菜めっちゃいっぱい入っててすごい美味しい。近くに住んでて私フラダンスを習っててでハワイアンジュエリーも置いてるよっていうのでワークショップをしていただいてそうラウハラっていう葉っぱハワイの葉っぱで作りました。ほんまにお人柄がよくっていつも来たら「わいらっしゃい」みたいな感じでそんなパン屋さんってないでしょなんかそのお人柄に惹かれて通わせてもらってます。ちょっと今一人ですごい頑張ってはって私は流行ってほしいしもっといい場所に出したらとかってすごいアドバイスしたことあるんですけどここで頑張るって言ってはったからもうほんまに頑張ってほしい。フラダンスやってるお友達がこのハワイアンアクセサリーを自分でハンドメイドで作ってるんですけどこれね一つ一つパーツを自分で取り寄せて、全部自分で作ってやるんですね。でブレスレットなんかはハワイの葉っぱで編んで作ってるんですけどでこのブレスレットを編むワークショップと私のランチでやったりテーブル茶道をしたりカジュアルなスタイルでっていうことでやってるお友達がいててその友達とテーブル茶道をここでやって後で私のランチを食べるっていうそういうコラボのイベントとかいろいろやってるんですけどなんかそれでなんかこうお客さんがこうみんなが集まってきてワイワイできたらいいかなと思ってみんなで助け合ってやってるみたいな感じです。明日はサタデーブレッドです。はい。どういった感じなんでしょうか。ですね、毎日私違うパンを焼いてるんですよ。それでその火曜日から火水木金今日まで焼いたパンっていうのが全部ここにストックされてるんですけど、ハード系のパンからパンパーニとかスコーンとかシフォンケーキとか台湾カステラとかもっといつもいっぱい入ってるんですけど、サタデーブレッドではこれを全部こちらの方に明日出してスペシャル販売をしてるんですね。朝からちょっと解凍するんでねオープンまでの間にとにかくここにどっさりとそしてサンドイッチと調理パン系のバーガーとかをメインに朝から作って一気に販売をするんですけどそれがサタデーブレッドっていう私にとって1週間に1度のスペシャルな販売日なんです。土曜日はスペシャル販売ということで火曜日から焼いてます。
スイートピクルスって言って私めっちゃ好きなんですけど、甘いタルタルソース作る時にこれ買ってある。今日は最後なんで朝ごはんを4人分作ります。ちょっとだけまともな朝ごはんです。いただきます。パンの耳で最近端っこパンのサンドイッチ。
これが自分のやりたかったことなのかなって最近思ってて、パンをしてお菓子をしてっていうお店はすごい自分のお城を持つのは夢やったんですけど、やっぱその中でもういろんなものがどんどん浮かんできて、真剣にやりたいって言ってたらすごい周りの人が助けてくださるんですね。すごい周りの人にもめっちゃ恵まれてると思います。皆さんに助けていただいて、一人でやってるけど一人でやってるんじゃないんだなっていつも思ってます。いろんな人に支えられてできてるんだなってすっごいもういつも思ってます。でも感謝の気持ちは忘れてはいけないって思ってます。いやもう私にとったらこれが今年の一大イベントなのでありがとうございます。大体1年に1回何か大きなことをなんかできたらな、思い出に残ることをしたいなと思ってて、いつも目標がないと進めないタイプなので、そういうのがあったらなと思ってめっちゃ楽しみです。一生の思い出になります。ございます。あんバターでバター入れますので言ってください。この間美味しかったみたいで。あ、入れますね。はい。してきます。おはようございます。あ、おはようございます。来てくださったんですか。嬉しいよ。来ちゃって、で、やっぱあれ今度。そうやったんです。残念。ですよ。じゃあ他にベンツ。私もこれ気になってんね。何かなと思って。めっちゃ可愛くないですか。なるほど。大人っぽいね。大人っぽいよね。あ、いいな。可愛い。たまらんよね。すごい。見てくださいね。すごいでしょ。こんなたくさん買っていただいて。どれも美味しいんですけど、私はでも絶対買って帰るのすごく焼いた時に外がカリで中がふわになるっていう、これもカンパーニュ、これも絶対、はい、チーズとかと一緒に食べます。シフォンケーキ。シフォンケーキ系はお友達にあげます。すごい貫いてほしいですね。このスタイルを。いや嬉しい、めっちゃ嬉しい。いつもありがとう。ありがとうございます。暑い中楽しんでください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、失礼します。晴れたよ、晴れた。よかった。ありがとうございます。嬉しい。暑いのにありがとう。ありがとうございます。基本的に土曜日が来れる時は土曜日の本当に午前中に来て、昼のご飯は必ずマカナさんのパンにしてるんです。
ここに買いに来てくれた方みんなに喜んでもらいたいっていうそのサービス精神が全てになんか詰まってる感じがして、でもうその思いとかもう心配りがパンの美味しさにも全て伝わってるなっていうふうに感じるので、もうやっぱオーナーさんの人柄かなってすごく思います。もうこれからも笑顔で焼き続けてください。暑くてもうすごい少ないんですけど、春とか秋はそこのカウンターもいっぱいにして、ここももっとてんこ盛りめちゃくちゃたくさん出してます。かなり少ない方ですね。なんか卵使ってないパンとかありますね。卵使ってないパン。この子卵アレルギーで。卵使ってんのないかも。あ、すごい、そうなんですね。卵使ってんのが売れました。あ、ゆうまくん。ユーマです。ゆうまくんってやな。可愛すぎる。ありがとうございます。ありがとうゆうまくん。またね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。失礼します。あ、そうです。ちょこちょこ来させてもらってます。この子が卵ダメなので、もっちりチーズとエビホタテドッグとおやつにミルキークランベリーを買いました。こちら卵も使われてないのもあ書かれ、てそうるんですね。なんです。なんか今日伺ったらほとんど使ってないとおっしゃってたんで、添加物とか一切使われてないので安心して、家も近所なのでまた遊びに来させていただきます。バイバイ。いらっしゃいませ。こんにちは。ジャッキです。たまたま今日大阪に来ることになったんで、友達も一緒に。福井県鯖江市から来られたんですけど、私がずっとブログをしてるんですけど、ずっとブログを読んでくださってて、なんかね、ことあるごとにね応援してきてくださってるんですけど、さっき言ってたサブスクをもうねずっと毎月撮ってくださってるんですよ。大好きなんで。そうなんです。僕これが大好きなんで、本当に嬉しいです。本当にこのクリームパンも本当に美味しい。本当にどれも美味しいね。もう本当全世界にね伝わるといいなと思う。本当にもう全世界にお願いします。ね、本当に思う。すごい。本当にまたぜひ送っていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。僕は福井に住んどるもので、来ることはあんまりないんですけども、サブスクっていうのをやってまして、で毎月送っていただいてる。大阪行くなら、マカナさんに絶対行きたいなと思っていて、で今回ちょっと黙ってサプライズで来ようかなと思って来ました。はい。僕昔からそのブログを見とるもんですから、やっぱり材料にしてもすごくこだわってらっしゃって、そもそも本当にやっぱ美味しいパンなんで、もうここのパンはすごく気に入ってます。いつも美味しいパンいただいてて、で何を送ってくるかなっていうそういう楽しみもあったりして、またぜひ美味しいパンをまた作っていただければなと思います。お店をしたいと思ったきっかけっていうのは、前のマンションで新しくオーブンを買ってもらい、その時にビギナーズラックで焼いてみたパンが大成功して、そこから焼き菓子も焼くようになってっていう、もう本当に単純にそれだけがきっかけなんですけど、そこからどんどん広がっていって、でもうどんどんやっていくうちにこうやって店を持ちたいっていう気持ちになったっていうのが、今年で4年と3ヶ月なんですけど、やってるうちになんかそのパンだけじゃなくて、人と人、いろんなお客様にいろんなことを教えてもらったり、パンを焼くっていうことじゃなく、それ以外のことでいろんな関わりとか学びがあるので、だから今もっともっとこの先が楽しみです。あとやっぱり地元のお客様がすごく皆さんいい方たちばっかりなので、それを大事にしていきたいです
し、もちろん遠いとこから来てくださる人もいるので、もうとにかく私はお客様と1対1でお話しして、でパンをこう手渡ししたいので、すごい一人一人のお客様を大事にしたいと思う。自分のペース、マイペース、キャパが決まってるので、ゆっくりといろんなお客様がゆるゆるでたくさん来てくださったらいいなっていうのが贅沢な思いです。はい、ありがとうございます。わあ、すごいたくさんありがとうございます。シフォンケーキとバゲットとありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。